ついに発売となった令和のゼロ戦。たくさんの新機軸が盛り込まれたこのキット。その特徴を生かした製作をしてみます。つまずいたポイントも紹介するので参考にしてください。神楽坂です。今回作るのは2024年末発売の大注目キット。ファインモールド48分の1、零式環状戦闘機52型、三菱中期型。開封すると合計14枚のランナーがパンパンに詰まってます。それでは早速製作開始。まずはコックピットの製作。A ランナーと D ランナーを使用。A から D ランナーは高モデル全型式のゼロ戦の共通ランナーみたいですね。説明書には各ステップごとに QR コードが載ってます。QR コードからリンクを開くと組み立て説明の動画が見れる親切設計。しっかり確認して組み立てていきましょう。まずはブレード1ニッパーでパーツを切り出し。残したゲートはアルティメットニッパーで2度切り。わずかに残ったゲート跡はマジスクで削り落として、さらにカンナ掛け。ほとんどのゲートはマジスクで十分処理できます。2024年のベストバイですね。コックピットの後ろの壁のパーツは穴を開ける指示があります。型式ごとの違いの再現のようですね。ケーキパネルから順番に組み立て。接着には瞬間接着剤とタミヤの流し込み接着剤を使い分けて使用。飛行機プラモ業界でゼロ戦は一番人気と言っていい題材。国内国外、たくさんのメーカーからゼロ戦のプラモデルが出てますが、このファインモールド1はこれまでのゼロ戦プラモにない斬新な特徴がたくさん。作りながらその見どころに迫っていきましょう。最初の見どころはこの精密なコックピット。コックピットは20パーツ構成で結構多め。ですが位置合わせにミスらないように配慮してのりしろが取られてて、組み立てはそこまで難しくないかな。次は内部フレームの組み立て。格子状のフレームパーツに細かいケーキを取り付けます。この外装と完全に独立した内部フレームもこのキットの特徴。組み立て手順が新鮮で楽しいです。同じ色の部位ごとに組み立てが終わったら、一旦コックピットの塗装に進みましょう。クリップでパーツをつまんでスタンドに立てたら準備完了。コックピット以外のパーツも今のうちに塗れるところは塗ってしまいます。細かいディティールを潰さないように塗料の希釈はちょっと薄めの 2.5 倍。細吹き向きの 0.18mm 口径ハンドピースを使用。まずはミスターカラーのコックピット色で塗装。塗膜が厚くなるとディティールが埋もれるかもしれないので気をつけながら塗装。次にマスキングをしてミスターカラーのグリーンで塗装。今回は本体のカラーもこのグリーンで塗ります。マスキングを剥がすとこんな感じ。さらに青竹色で塗装。これは機体の内側に塗られた錆止めの色らしいですね。フラップ、尾輪の脚庫の内側も一緒に塗装を済ませました。基準はガイアカラースターブライトアイアンで塗装。エアブラシの塗装が終わったらデカール貼り。ケーキパネルにデカールを貼り付けます。デカールを切り出したらデカーリングクイックトレイで湿らせます。貼りたい場所にマークセッターを塗って、デカールが台紙から浮いてきたらピンセットでつまみ上げて貼り付け。湿らせたベビー綿棒で位置調整。一旦乾いたらデカール軟化剤のマークフィットスーパーハードをデカールに塗ります。デカールがモールドにしっかり密着するまで何度もマークフィットを塗っては乾燥を繰り返し。次は筆塗り。まずはタミヤエナメル塗料ブラックでケーキ類を塗り分け。これくらいの面積だったらタミヤモデリングブラシ平筆極小。フレームの前方部分もブラックで筆塗り。ちょっと面積が広いけど、ブラックは筆ムラが目立ちにくいし、ほとんど見えないところなので大丈夫でしょう。操縦桿の付け根に水性ホビーカラーのカーキ。タミヤエナメル塗料レッドでレバーの先端なんかを筆塗り。こういう細かいところはゴッドハンドの紙筆面相筆 S が便利。タミヤエナメル塗料ブラウンでさらに塗り分け。細かく塗り分けると精密感がアップしてきましたね。酸素ボンベの金具はミスターホビーマーカーのゴールドで塗りました。塗り分けが終わったのでコックピットを組み立てていきましょう。ケーキパネルを取り付け。操縦桿の取り付け。穴を開けておいたところにパーツの取り付け。座席の取り付け。酸素ボンベの取り付け。フレームにもケーキを取り付け。いやーかっこいいですね。組み上がったら半光沢クリア、ガイアノーツ、セミグロスクリアプレミアムでトップコートして筆塗りした部分を保護。
乾いたら軽くウォッシング。墨入れ塗料ダークブラウンを全体に塗った後、ベビー綿棒で大雑把に拭き取り、もう一度反光沢を拭いて保護。これでコックピットが完成。これだけでもずっと眺めてられますね。さらにフレームパーツでコックピットを挟み込み、最後に 13mm 基準2門を取り付けたら、内部フレームの完成です。次はエンジンを組み立てます。栄21型、星型14気筒エンジン。ほとんど見えなくなるところですが精密に作り込まれてます。ちらっと見えるところは内部まで再現されているけど、全く見えないところまでは再現されてないのが作っててちょうどいいなと思います。ここはプロペラの回転のためにポリキャップを仕込みます。プロペラはちょっとバリがあります。理屈はよく知りませんが、こういう薄いパーツにはバリが出やすいらしいですね。マジスクやスポンジやすりでバリを落として整え、プロペラにスピナーをかぶせます。エンジンカウルも作りましょう。エンジンカウルはスライド金型仕様の一発成形。リベットがぐるっと全体に刻まれてます。スライド金型なのでパーティングラインがあるはずなんですけど、ほとんどわかりません。内側にパーツをはめ込んだら完成。ここで一旦塗装に進みましょう。エンジンはガイアカラースターブライトアイアンで塗装。一般的にはブラックで塗った後、シルバーでドライブラシで仕上げるところ。最初っからメタリック色で塗っちゃってもいいと思うんだよな。プロペラはガイアカラースターブライトシルバーで塗装。排気管をミスターカラー焼き鉄色で塗装。プロペラの裏側はウイノーブラックで塗り分け。エンジンカウルはウイノーブラックに隠し味にガイアカラープリズムブルーブラックを3対1の割合で調色。ちょっと隠しすぎたかも。組み立てに戻りましょう。ギラギラに光るエンジンにテンションが上がりますね。排気管を取り付けます。右に6本、左に5本と左右非対称に複雑に曲がりくねった排気管がエンジンカウルの外側まで伸びてます。この組み立てがパズルみたいでめちゃくちゃ楽しい。このエンジンカウルから飛び出した排気管は水力式単排気管と呼ばれ、排気を後ろに勢いよく吹き出すことでスピードアップをするための構造で、それまでの型式のゼロ戦にはない52型の見た目の最大の特徴。パワーアップしたことが見た目にはっきりわかるので漫画的ですごく好き。現実には機体がパワーアップしても見た目には大抵わかりませんからね。カウルフラップを取り付けます。閉じた状態と開いた状態の選択式。せっかくなので開いた状態を選びました。これでエンジンの完成。機体の組み立てに戻りましょう。機体のパーツはこのキット最大の特徴となる独自の構造。スライド金型を駆使した前後のパーツ分割。実際のゼロ戦のパーツ割りを再現しているそうです。前側のパーツなんかどう成形してるのかちょっとわかんないですね。裏に押しピンがあるのでこの方向に金型が来るはずですけど、くびれがあるから金型抜けない気がするんですよね。たわませて抜くのかな。後ろ側は筒状になってます。合わせ目消ししなくていいのでいいですね。ただしゲート跡の処理は大変。周りをリベットで囲まれているので、リベットを削らないように慎重にヤスリ分け。サーフェーサーの代わりにゲート周りをサインペンで塗ります。塗った後にヤスリ分けすると段差がある部分に色が残ります。サインペンの色がなくなるまでヤスリ分けして完全に段差を消します。これでも結構リベット消えちゃいました。マスキングで保護したりリベットの彫り直しをしておけばよかったかな。表面処理が済んだら一旦塗装。内側をコックピット色で塗装。次に表側のコックピット周辺をタミヤエラメル塗料ジャーマングレーで塗装をしたんですけど、完成後も結構目立つところと気づいたので、筆塗りだと筆ムラが目立つと気づきやり直し。マスキングしてジャーマングレーに色が近いメカサフスーパーヘビーで塗装。ヘッドレストをエナメル塗料ブラックで筆売り。それではお楽しみの瞬間、内部フレームに外装をかぶせましょう。気持ちいい。さらに排気管周辺の外装となる E ランナーのパーツを取り付け、E ランナーは今回同時発売の中島製と三菱製中期型の差分となるパーツ。
耐熱板がないのが三菱製中木型、あるのが中島製。実機の再現に徹底的にこだわってるんですね。主翼の組み立てに進みましょう。まずは脚高を箱組み。ずれさせないためにかなりでかいガイドが取られてます。主翼のくり抜かれてる部分に軽ランナーのパーツをはめます。52型はさらにバージョンアップした高型、オツ型、平型などがあり、軽ランナーはその違いを再現するパーツのようです。次に造装を取り付けるための穴をピンバイスで開口。主翼の上下を貼り合わせる前に脚高内部を塗装。指定色は明快白色ですが、私の好みで色味のないガイアカラーニュートラルグレー2で塗りました。それでは主翼の上下を貼り合わせます。パーツの環合はいいので位置合わせは困りません。接着には流し込み接着剤のミスターセメント SP。パーツを溶かす力が強いので、合わせ目消しの時だけ使ってます。合わせ目消しがいるパーツはここでまとめて接着します。尻尾の部分と垂直尾翼、そして造装。接着剤が乾いたら溶けてはみ出したプラスチックにやすり分け。合わせ目が効いてない部分は瞬間接着剤シアノンを上から塗って合わせ目を潰します。組み立てを進めましょう。主翼と本体をドッキング。いろんな部分が実機の分割を再現しているため、実際に実機を建造しているような気分が体験できます。機銃周辺のパーツ。この辺も型式ごとの形状の違いがあるところ。補助翼の取り付け。後ろ側の組み立てに進みましょう。垂直尾翼を取り付け。最後に前後をドッキング。これも気持ちいい。それでは本格的に塗装に進みましょう。さてこのキット、機体の全体にわたってリベットがびっしりと彫刻されてます。一部のリベットはただの穴ではなく丸く溝が掘られていて、これはゼロ製の特徴である沈頭鋲の平らで空気抵抗が小さい形状の再現。精細なディティールが埋まらないように、塗膜が厚くならないよう慎重に歯ブラシをしていきましょう。コックピットのマスキングにはキャノピーのクリアパーツを使用。今回の制作ではこのパーツは使わないのでマスキングに使っちゃいます。接着には液体のりのピットマルチ2。接着した後にも簡単に剥がせるので便利。まずは機体仮面の塗装。前述の通り、指定の明快白色ではなくニュートラルグレー2で塗装。この後の墨入れの時に綺麗に墨を拭き取るために塗膜は光沢にしときたいのですが、ニュートラルグレー2が光沢の塗料なので追加で光沢クリアをトップコートする必要がありません。これで塗膜が厚くなるのが防ぎますね。日の丸のマーキングの白もこの色で塗っちゃいます。次に日の丸のマスキング。マスキングテープをコンパスカッターで丸く切り抜き。まず丸を貼り付けて、次にその周辺を貼り付け。最後に先に貼った丸を剥がします。この手順だと丸が歪まずにマスキングできますね。周辺部分はポストイット強粘着タイプで簡易的にマスキング。初めて導入してみましたが手軽に付け外しできるので時短になりますね。赤色の塗料はミスターカラーレッド FS11136。ちょっとくすんでいてかっこいい赤です。このちっちゃいパーツもマスキングで赤と白に塗り分け。次に敵味方識別体などのイエローを塗装。塗料はミスターカラー黄橙色。一旦マスキングを剥がします。綺麗に丸が塗れてますね。このちっちゃい黄色の塗り分けも OK ですね。機体上面を塗るために再度マスキング。マステ、マスキングゾル、コピー用紙などを何でも使います。それでは機体上面の塗装。指定色は暗緑色、暗い緑色ですが、リベットを目立たせるためにもっと明るい色にしたいので、ミスターカラーグリーンで塗ります。機体仮面のニュートラルグレー2と同じく光沢塗料なのも選んだ理由。マスキングを剥がしましょう。まずは日の丸。塗り分けバッチリですね。次に敵味方識別体。機体の上面仮面の境界。この上下の塗り分けは三菱製と中島製の違いの一つ。中島製の方が塗りやすさに配慮して、境界が一筆書きできるようになっているのでマスキングは簡単。
三菱製は尾翼の境界が飛び地になるのでマスキングがちょっと大変ですね。マスキングミスしたところがちらほらあります。ヤスリで軽く削って修正。これでエアブラシ塗装は完了。ちょっと改造しましょう。まずは公式のディティールアップパーツ。真鍮製の 20mm 基重とピトー管のセット。まずは塗料が定着するように、ガイアマルチプライマーアドバンスをエアブラシ塗装。基重はスターブライトアイアンで塗装。ピトー管はグリーンで塗装。さらにタミヤエナメル塗料クロムシルバーで塗り分け。D プロのプロペラエフェクトを使ってみます。回転したプロペラを表現したエフェクトパーツ。その他に 3D プリント製の日本海軍パイロット、長谷川の48分の1 0021型がセット。制作過程はまた別動画で。完成させるとこんな感じ。このプロペラエフェクトとパイロットを使って、離陸直前のゼロ戦のイメージで作っていきましょう。墨入れしていきましょう。精細なリベットがびっしり刻まれたキット。くっきりした墨入れをしてそれを際立たせたい。まずはタミヤの墨入れ塗料を試しましたが、リベットが細かすぎてうまく墨が残ってくれません。代わりにエナメル塗料でがっつりリベットやパネルラインを塗ってしまうことにしました。タミヤエナメル塗料ブラックを筆塗りした後、エナメル溶剤を染み込ませたベビー綿棒で拭き取り。これでも慎重にやらないと拭き取りすぎちゃうので、ヘッドルーペを使って慎重に作業しました。拭き取りすぎたら何度も筆塗りからやり直し。今回この作業が一番時間かかりました。エンジンカールはタミヤエナメル塗料ホワイトで墨入れ。脚庫は墨入れ塗料ブラックで墨入れ。エナメル溶剤につけたフィニッシュマスターでしっかり拭き取ります。筆塗りやっていきましょう。タイヤ部分は水性ホビーカラータイヤブラック。ビーン周りのパーツに水性ホビーカラーライトブラウン。クリアパーツの照準器をエナメル塗料ブラックで塗り分け。プロペラの先端をマスキングしてタミヤエナメル塗料レッドで塗り分け。マスキングを剥がすとこんな感じ。本体もレッドで部分塗装。主翼の上に飛び出している棒は、飛脚が出ていることをパイロットに知らせる指示棒。説明書に塗装指示がありませんが、ここも赤色なのでしっかり塗り分け。飛脚にタミヤエナメル塗料クロムシルバー。主翼のライト部分もシルバーで FMB。デカールも貼っていきます。ここまで終わったら一旦全部のパーツにガイアカラーの光沢クリアでトップコートして塗装やデカールを保護。デカールで隠れたリベットやパネルラインを復元。コピックモデラーを使ってリベットとパネルラインをなぞります。次にデカールの段差を消しましょう。デカールの段差がおおよそなくなるまで光沢クリアを何度も塗装します。だいたい8回ぐらいかな。塗膜が十分乾いたら研ぎ出し。2000番のスポンジヤスリでヤスリ分けしてデカールの段差を完全に消します。そのまま1万番まではヤスリがけしてツヤを回復。シルバーを塗っておいたライト部分に追加の筆塗り。左側は水性ホビーカラークリアレッド。クリアパーツの翼端等にも同じく筆塗り。右側は水性ホビーカラークリアブルーで筆塗り。ところどころ塗膜が剥がれているところがあるので、スポンジチッピングでごまかします。スポンジは 3M のスポンジヤスリを使います。プロモデラーの清水圭さんがおすすめしているので鵜呑みにしてます。タミヤエナメル塗料ダークグレーでスポンジチッピング。塗装ハゲがあるところを中心にスポンジチッピングをして塗装ハゲを隠します。最後の仕上げに1回光沢クリアでトップコート。タイヤ部分は艶消しにしたいのでマスキングしてガイアカラーフラットクリアプレミアムで艶消しトップコート。マスキングを剥がします。ビリンのタイヤはガンダムマーカークリア艶消し。小さい範囲ならこれで十分ですね。それでは最終組み立てに進みましょう。アレスティングフックを取り付け。水平尾翼を取り付け。エンジンを取り付け。エンジンカウルを取り付け。後でまた外せるように接着はしないでおきます。脚庫を組み立て。
この辺パーツがかなり細かくて取り付けは苦労します。試脚を組み立て、タイヤ回転できます。オイルクーラー用のエアインテーク、試脚の取り付け、垂直に注意、増装の取り付け、ビリンの組み立て、クリアパーツの取り付け、クリアパーツが曇らないセメダインハイグレード模型用を使用。左右の翼端灯も取り付け、コックピットのマスキングを外しましょう。照準器を取り付け、アンテナ支柱の取り付け。さて、このキットの5つ目の特徴。ガラス部分と窓枠が別パーツ化されたキャノピーパーツです。一般的なクリアパーツのみのキャノピーと選択式、窓枠のみのパーツは、もっと大きいスケールのキットなら例がありますが、48分の1のここまで細いパーツは異常。特殊な金型技術が使われているらしいです。今にも折れそうなパーツを守るためにゴム太のランナーで囲まれてます。折らないように慎重にパーツを切り出し、窓枠をグリーンで塗装。裏側は紙やエナメル塗料ジャーマングレーを筆塗り。それではキャノピーの取り付け。ここに来て折ったりしないように慎重に。パイロットにもご登場いただきます。この窓枠にクリアパーツをはめ込んでいくのが本来の組み立て手順ですが、今回の制作ではクリアパーツをはめずに素通しにしちゃいます。窓枠が分割されているのが一目でわかるし、コックピットの中もよく見えますからね。スターウォーズの撮影に使われたミニチュアはコックピットがフレームのみで素通しだったのは有名な話。だからこれもありだと思うんだよな。機銃を取り付け、ピトー管を取り付け、フラップは開閉選択式、開いた状態を選択しました。このキットで一番細かいパーツ、補助翼操作ロッド、タミヤの72分の1のゼロ線を組んだ時はこのパーツなくしました。万が一に備えて床を掃除機掛けしてから挑みます。無事取り付け成功。アンテナ線の取り付け、モデルカステンのストレッチリギングを使用。接着にはアロンアルファエクストラゼリー状。まずは後ろ側を接着。前側の端を機体の前に貼り付けてからアンテナ支柱に位置合わせ。接着剤が乾燥したら余分な部分をカットして完成。プロペラはエフェクトパーツと交換しやすいように差し込み軸を削って取り外ししやすくしておきます。プロペラを接着したら、帝国海軍零式艦上戦闘機52型、三菱製中期型、完成です。ナイフフレームに外装を取り付けます。パーツがピタッとはまって、あれこれはまらないな。こっちのパーツもめちゃくちゃ隙間できる。なんか裏側のここが干渉してますね。本当は干渉せずにピタッとはまるはずらしいです。これまでの組み立てでズレが生じたみたい。ここを削り落としたらなんとかなりました。やっちまいました。キャノピーの窓枠直接触らなくても周りを触っている時に負荷がかかって折れちゃいますね。なんとか接着剤で修復しました。機体の前後をドッキングしたんですけど、合わせ目の前後でズレが出ちゃいました。後ろのパーツが筒状でカチカチなので、後ろ側をすり合わせるのは無理ですね、これ。機体前側のパーツを主翼に接着する前に前後のすり合わせをしとかないといけなかったです。地味に取り返しのつかないポイントです。気をつけましょう。水平尾翼上下間違って塗っちゃいました。ヤスリがけして塗料を削って塗り直しました。フラップの赤いマーキングの塗装を忘れてました。グリーンの上からレッドが綺麗に発色するか不安ですが、マスキングして塗装。
ちょっと多めに重ね塗りしたけどどうなってるかな。無事綺麗に塗装できました。取り出しのために厚く塗った光沢クリアのトマーク。乾く前に触っちゃいました。ちゃんと乾いてからヤスリがけ。なんとかそんなに気にならないくらいには回復したかな。以上、ファインモールドの0.52型の製作でした。工夫が詰まってて作るのが楽しいキットでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。神楽坂データでした。じゃあね。